テレビアニメ青の箱公式ウェブラジオ、略して箱ラジ。皆さんこんばんは。テレビアニメ青の箱かのちなつ役の上田玲奈です。この番組は現在 TBS 系28局にて放送中のテレビアニメ青の箱をどこまでも青く盛り上げていくポッドキャスト番組です。今回のパーソナリティは私上田玲奈です。2月といえばバレンタインがもうそろそろやってくる。これはこの番組にもいっぱいお便りが届いたらいいなぁと思いますね。皆さんのキュンキュンなエピソードをこの番組では何度もご紹介しております。その度に私もそうですし、その都度ゲストにいらっしゃった皆さん興奮したり、なんかもうアビー共感そんなバカなって頭を抱えたりとか、本当に皆さんのエピソードで楽しませていただいております。心が潤う。だからね、バレンタインなんてイベントを挟んじゃったら、一体どんな新鮮なピチピチなエピソードを聞けるのか。これは楽しみですね。本当に最高のバレンタインデーになることを願っております。でもね、バレンタインデーチョコをあげるとかもらうとか、そういうイベントを楽しまなくても、なんか別にいいわけですから、私も毎年学生の時とかやってたかな、友チョコとかあったかもしんないけど、大人になってからもそんなに仕事上で差し入れとかはあっても、じゃあプライベートで友チョコを配ろうとか、誰かにお渡ししようとか、なんかあんまり思ったことないかもしんないな。いつの間にか通り過ぎていく感覚はありますかね。でもそれでもハッピーですから、それはそれでよしということでね、おのおの素敵な2月を過ごしていただければと思います。さて、今回の箱ラジも素敵なゲストの方が遊びに来てくれております。船見渚役の永瀬杏奈ちゃんです。渚は千夏と同じバスケ部で仲のいい同級生ということで、距離的には千夏とはかなり近いんじゃないかなと思います。杏奈ちゃんには作品のこと、キャラクターのことをいろいろ伺っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみに。それでは始めてまいりましょう。テレビアニメ青の箱公式ウェブラジオ、略して箱ラジ。みんな青くなれ。この番組は青の箱制作委員会の提供でお送りします。テレビアニメ青の箱公式ウェブラジオ、略して箱ラジ。箱ラジ9回目。早速ゲストの方をお呼びしましょう。この方です。皆さんこんばんは。船見渚役の永瀬杏奈です。わーい。よろしくお願いします。私のターンで女性ゲストは初めてのようです。そうなんですか？確かに、今まで交代制でパーソナリティを務めてる、木戸あかりちゃんと一緒にっていうことはあったりしたんですけど、私が MC でゲストにお迎えしてっていうのは、千葉さん、千秋くん、ゆうまさん、けんしょうさん、みんな男性ですね。あれ、本当ですね。そう。だから、今回女性ゲストで、しかも、渚が来てくれた。わー嬉しい。私も嬉しいです。やったー。ねえ。ありがたいことです。こちらこそです。今日めっちゃ楽しみに来ました。私たち同じ事務所なんです。そうなんです。そう。同じ事務所、AT4 プロデュースで。初めて会ったのはだいぶ前。めっちゃ前ですね。すごく前でしたよ。
それこそ、私が中3の時とか。やだ、ちょっと。やばいって。いや、すごいですよね。いや、あなたすごいよ。いや、私がすごいんじゃなくって。すごいのよ。んじゃなくって。いやもう、当時からやっぱ、上田玲奈さんの活躍は本当にすごかった。ご活躍されてたし。そんなことないです。そんな現場に、このな、ペーペーのよくわかん、どこの馬の骨かもわからないような。本当、だからこうやって、今もこう共演できて本当に嬉しいです。こちらこそです。初めて会ったまだ中学3年生で制服も着ていてっていう状態で、出会った頃から、しっかりしていて、それは、人柄もそうだし、対応とか、大人の人と話す時のやりとりの仕方とか、あとお芝居がさ、もう言うことが何もありませんねっていう感じの。そんなことない。ある。そんなことない。なんか多分やっぱり初めてデビューの作品だったんだよね。そうですね。だから、大人の皆さんも、何かあったらサポートしようっていう気持ちで、多分向き合ってたと思うんですよ、アンナちゃんとね。でも、初回の収録で、サポートの必要がないって、みんな分かって。本当ですか？そう。いやー、すごく安心して、金役とかも含めて委ねていたなって思う、アンナちゃんね。やっぱでも、もう上田さんをはじめとする皆さんが本当に素晴らしい方々で。すごいメンバーだったよね。すごいメンバーでしたね。なんかやっぱその空気感にいると、どうしても失敗できないやみたいな、なんか謎の緊張感とかもあって、それもあったかもしれないですね。でもいい方向に働いたんだろうね、はい、きっとね。もうでもその頃から、この子はもう数年もしないうちに第一線で活躍し始めて、なんかすごいAT1プロデュースの中でもトップを走る人になるんだろうなって思っていたら、あっという間にいろんな作品でいろんな役を演じてって、で、渚としてもね、出会って、嬉しいです。頼もしすぎる。いや、私も今もこうやって上田さんと喋ってても、もうドキドキします。なんでドキドキすることないよ。やっぱすごい私のこの上田さんのイメージが、なんか神秘的で、なんか透明感がありすぎて、もう喋れない。と思ったんですけど、こうやっておしゃべりしてて、さっきもみんな青くなれっていうのが、すごい癒されて。みたいな。よかった。同じ空間に入れてるって思って。めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいです。同じ気持ちでいられることがまた嬉しい。ありがとう。こちらこそです。ありがとうございます。今日はいろんな、青の箱について、話をお聞きしていきたいと思いますが。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。みんなに聞いていることではあるんですけど、青の箱という作品、どのようにアンナちゃんが受け取っているか知りたいです。そうですね。青の箱って聞いて最初、多分これ青春だなと思って。青だもんね。青くて、で、しかもなんか箱っていう表現がなかなか、いいなと思って、多分今、高校も卒業して、今大学生なんですけど、高校とか中学とかこの大人と子供の境を走る人たちのキラキラと、嫌なこともあるだろうけど、辛いこと、悲しいこと、楽しいこと、嬉しいこと全部詰まってる時間だなって思って、それがやっぱ、宝箱のようなものにきっと詰まってるんだなって思うと、本当にキラキラしてて、輝いて見えて、私はすごく好きですね。いいですね。箱の話をここまで掘り下げてくれたのは、
アンナちゃんが初めてですよね。本当ですか。宝箱のようにっていう表現がすごいグッときて、その通りだなって、いろんなものが詰まっているっていう。その中で、やっぱり、千夏と渚は、バスケっていうつながりがあって、これまた体育館という箱の中で、ね、一緒に活動しているわけなんですけど、渚っていうキャラクターについては、これはオーディション？いや、これはオーディションじゃなかったですね。指名で。指名だと思いますね。最初、青の箱、渚役で、お呼ばれしたので、行ってください。そうだった。行きますって。その時に、青の箱という作品と初めて、向き合うことになって。そうですね。でも、青の箱自体は、それこそ学生の時から、そのジャンプに、すごい、少女漫画みたいな、すごい素敵な恋愛の漫画があるっていうのを、聞いていて、そうなんだ。そうなんですよ。だから当時から、そんな漫画があるんだなとは思ってたんですけど、それにいざ出演するってなって、漫画を読み、読んでくれたの？これは楽しい、これは最高や。最高やって思いながら収録してました。本当、さっきのようなことを感じながら読んでくれて、渚っていうキャラクターに関してはどのように感じながら？渚はでも良くも悪くも、すごく等身大の高校生活をまっすぐに突っ走ってるような人だなって思いました。なんか部活も、めちゃくちゃ頑張ってはいるけれど、例えば千夏の、情熱とかよりは、そんなにめちゃくちゃやり込んでるわけでもなくて、でも、チームとして大切にしたいことはやっぱりあって、だから、いいところも悪いところも、全部、わかりやすい人だな、なんて思ったりして。だけど、すごい千夏のことを気にかけてたりしてて、なんか、いいな、渚って思いますね。本当にいいキャラクターだなって漫画を読んでた時も、なんか思ってたけど、声が入ったことによって、さらにそれを感じられた気がして、私は。裏表なく、そのまんまなそうですね。がすごく、出ていて、だから渚の言葉って嘘がないんだなって思いながら、千夏としても会話ができたから、そうですね。すっごい話しやすくて、情熱が千夏は一筋だからこそ、周りを見つつっていうよりも自分のことに集中してっていう形で、積み重なっていくタイプだとしたら、渚がそれを見ていて、周りのことも見ながら、ちょっとサポートしてくれたりとか、なんか本当に千夏のそばに、この子がいてくれてよかったなって思わせてくれるような、なんかね、包容力と言っていいのかわかんないんだけど、さっき言ってた普通の高校生感、等身大の、フリーダムさ、自由さがあって、でも千夏と一緒にいると包容力めいた、頼りたくなる感じが出てる。確かに。すごい二人の程よい距離感っていうか、すごい干渉しすぎるわけでもないし、かといって触れなさすぎるわけでもなくって、本当にいい間柄のもう友達っていうか、そうだね。その雰囲気をすごく千夏の声とかも聞いて、これは私が渚をやるにあたってそういう空気感とか雰囲気大事にしたいなっていうのは思ってたところではあります。渚の思ってることはあるんだけど、今は言わないでおくかとか、でも気になるから15話の時とか、そうですね。電話してくれたりとかね。15話
15話 ?15 話15話好きなんですよね。好きなのそうなの覚えてますか？あれ15話、その後半のパート、はいはい。収録、千葉さんと上田さんと私だけだったんですよ。そう、人数めちゃめちゃ少なかったんだよ。少なくって、で、本当に、いや正直あのシーンって、その、後半のシーンはもう2人だけのシーンじゃないですか。なんか、それを、まあ私みたいな。なんか、私みたいな人が隣で聞いちゃって、すごいドキドキしたり。ドキドキしてたの。あと、千葉さんの、大輝が、ハッピーバースデーの曲を歌ったりしてるじゃないですか。あれの歌が絶妙に、こう、なんだろう、男子高校生感っていうか、そのめちゃくちゃ上手いわけでもなく、あー、わかる。だけどそれでもすごい気持ちを込めて歌ってる感じとか、もう本当にキュンキュンしちゃって。確かによかったよね。めっちゃよかったですよね。一生懸命。そうなんですよ。あそこがもうすごい好きで、その後、なぎさも電話して、まあそのなぎさがちゃんとこう気にかけて電話して、こう少し声をかけてあげるっていうところもすごく素敵なシーンだなって思ったし、確かに。そういうのを含めて15話は、めっちゃ好きです。私も千夏が、わーって走って、海でわーってやってんのすごい好きで。すごいですよ。あそこいい。そして、それを見る、男性2人が、いましたね。いらっしゃいましたね。今日こんな青春してる子たちがいるんだなーって言ってたのが、眩しすぎるって言ってたのが、すごいツボで。あれはすごく良かった。面白かった。いい回でしたね、あれね。素敵な回でしたね。千夏も大輝くんになら頼れるっていうところですね。あったんだよなって思いますけど、そんなね、15話の感想メールも届いていて、それも紹介していきましょう。お願いします。ペンネームみーさんからいただきました。ありがとうございます。アニメ第15話見ました。ありがとうございます。ついに来た千夏先輩の誕生日会。千夏先輩が誰かを頼りたいと思った時に大輝のことを頼り、どこか行きたいということで海に行くことに。海ではしゃいでいる姿はカップルみたいだなぁと微笑ましかったです。確かに。その後、土砂崩れで帰れなくなり、千夏先輩と一夜を過ごすことになり、花火大会の誤解と良くないことって言ったことの撤回があり、お互いの心の壁が少し取り除かれることになりよかったです。この先、千夏先輩と大輝の距離がどう縮まっていくのか楽しみにしています。ということで。そうですね。ここで千夏がお母さんからのメッセージもあって、そうですね。ね、やっぱり頼ってみようって思ったのがね、大輝で、ちゃんと言葉を交わしたことで、お互いの心の距離が縮まった、ほぐれていったっていう、それを見せてくれてありがとうの気持ちで、いやね、いい回だったなと思います。ただこのね、15話以降の16、17で、そうですね。また千夏にスポットが当たるんじゃなく、ひなちゃんへっていう、このなんかちょっと待ってくれよって思いますけど、すごい畳みかけてきてるですね。もう情報がね、情報量が多すぎて。16話もこれ感想メールとかって届いてたりするんですかね。紹介してみましょう。はい、読んでみます。ペンネームまんじゅうさんからいただきました。ありがとうございます。アニメ第16話見ました。ありがとうございます。前よりも大輝と千夏先輩の距離が縮まっていて、いきなり家の都合で千夏先輩が大輝の家をしばらく離れてしまうことを聞いた大輝がとても寂しそうでした。朝練に千夏先輩が来ないことも心配している姿や前向きに考えている姿、とても大輝らしかったです。千夏先輩や大輝の会話が少しずつ慣れ慣れしくなってきて、大輝や千夏先輩の成長が感じられました。学校で大変だったことが様々ある中、
今週も青の箱が見れると毎週の楽しみになっています。おー。というわけで。嬉しい。嬉しいです。楽しみになっていて。いやー、本当確かに、千夏先輩と、千夏と大輝の距離感っていうのは、確実に、その、アニメ第1話から変化が、そうだね。目に見えて、多分他の他人から見ても、なんか、あの二人最近喋ってるね、みたいな。なんか、感づいちゃうと思います、この距離感。そうだよね。でも、なのに、千夏先輩は自分の心に、まあ、あえて無頓着になっているから。はい。千夏ちょっと。なぎさすぐなぎさになるんだよな、アンナちゃん。すごいナチュラルなんだよな。面白い。なぎさは知らないですから、この二人のこと。そうだね。知らないんで。なぎさとももっと早く相談したいんだけどな。私的には。普通にイケメンの彼氏でもできればなとか、なぎさ言ってる。こんなことがあったなんてつゆ知らず。ねえ。なぎさが知ってたらどんな感じになったんだろうな。本当ですね。どうなってたんだろう。でも、ねえ、どうなんだろうな。ちょっとこう影から見守るのかな、やっぱり。ですかね。でもアシストはしてくれるのかな。なんですか、どうなんですかね。でもなんか、どうなんだろう。今までもこう、なんか、イケメンがどうのみたいな、その、千夏に対して。はい。ちょっかいかけそうだな。大丈夫かな。ちょっと二人で行ってきなよとかなんか言いそうじゃないですか。確かに。二人の場をセッティングして。確かに。バドミントン部の、西田と一緒に、この二人を、やだな見ようみたいな。そのコンビやだな謎の会があったり。楽しそう。それはそれで楽しそうだな。でも、なぎさは絶対、千夏が嫌だって思うことはしなさそう。しないと思いますね。これだけね、なんか寄り添ってくれる人だから。です。大事にはしてくれそうだよね。その上で茶化しつつっていう。いいなぁ。かわいいなぁ。かわいい。そんな姿も見てみたかった。16話。内容を知っているのに、なぎさとしては知らないという演技って難しいですか？難しい。内容を知っているのに知らないという演技？展開とかを分かっているけど、なぎさは知らないから、演技をする永瀬としてはどうなんですかっていうことですよね。そうですね。なんかでも、なんか見てるだけで普通に、まあ面白いし楽しいし、なぎさも多分そこまで恋愛に執着してる人じゃないから、まあ私はさっきこんなのもあったら面白いよねって言いましたけど、多分なぎさ自身は別にそういうことも多分そんなに考えてなくって、その日常の延長線になんとなくそういう楽しい話として出してるだけな気がするので、私もそんなにこうなんか展開がこんなことがあってこんなことになるんだって気を見ながらやることもなかったので、そこまで難しいって感じながらはやってませんでした。普通に今の状況をなぎさはどんな気持ちでいるのかな、千夏とどんな気分で過ごしてるのかなっていうのを第一に考えながらやってました。なぎさ以外の他の作品の時も、その原作を先に読んだりとかはする？ものによりますね。なんか、そうなんだ。自分が、例えば千夏とか大輝みたいに、当事者の場合、これからどんなことが起こるのか、わからないでやった方が、その場の臨場感とか出るかなっていう作品は、割と読まないでいくんですが、自分が能動的に動く方、自分から動く方の役柄だった場合は、ちゃんと読むかも。それこそモノローグがめちゃくちゃあって、その人の気持ちが割と主軸になって動いてる作品とかは読みたいかもしれないです。確かに先の方に実はこういう本音がありましたっていうのが書いてあって、
だったら最初の方のお芝居こう組み立てた方がいいかなってですね。なっていったりはい。するものね。読確かにんでます青の箱。私も作品によるタイプで、これに関しては読んでない。あこの先大輝と千夏がどうなっていくかあ。がわかんない方が私も確かにやりやすいかなって思って。そうですよね。で、千夏自身も自分の気持ちに気づいてなかったりとか、考えないようにしてたりとかしてる印象があるから、だとすればあんまりこう知ってしまうと逆になんかそれが無意識に乗っちゃったりとかして、確かに。分かってるように含みがあるように見えたら嫌だなと思って、確かに。読まないようにしたかな。やっぱ初めてこう話を見た時のドキドキとかが声に乗った方が確かにありますよね、そういうのは。ねえ。はい。そんな16話のお話もしましたけど、17話も、これは、アンナちゃんは見れましたか？見ました。で、17話作がすごくなかった。すごかったですね。すごかった。力入ってたよね。いや、本当に。どのカットもよかった。いや、もう、ひなが、ね。はい。ひなが。私はそこで、ちょっと一回、ダメだと思って、ダメージを受けちゃって、一回休もうって思って、そこ以降を見てない。いや、あそこはすごかったです。そっか、痛いね。いやー、なんか、その、大義が台本を読んで、はい、キスされました。もう、点々のこの間が、なんかまた、なんだこのおかしな間みたいに思いつつ、そしたら次の瞬間にはひなは、想像しちゃったじゃんとかって。そんな、いや、大義がどう思ってるのかわからないけど、ドキドキしちゃいますよ。しちゃうよ。ドク言ってたもんね。そこからの、本当にする？しちゃう？攻めてるひないくつだよ。マジ攻めてる。すごい。いやー、ドキドキしちゃう。で、それの後の大義も、しないよって言いながらひなが去った後、机を、バンバン叩いてるところとか、もう、これはどっちなんですか？どういうこと？どっちなんだ、大輝くんよ。いよいよわかんなくなってきた。このひなが好きを自覚して、正々堂々アプローチをかけ始めたことで、大輝の心も絶対揺れ動くじゃないですか。です。いよいよわかんない。いや、わからない。だってエンディングもひなちゃんフィーチャーでしょ？そうですよね。これはわかんなくなってきたよ。わからないですね。いやー、これからどうなっちゃうのか、ドキドキの文化祭が。始まる。ぜひぜひ、この後18話以降も皆さんお楽しみに。楽しみに。ということで皆さんたくさんのメールありがとうございました。番組では皆さんからのメールお待ちしております。アニメやラジオの感想、ふつおたなどどしどしお寄せください。メールを採用された方には番組ノベルティをプレゼントします。メールは番組投稿フォームからお願いします。テレビアニメ青の箱公式ウェブラジオ略して箱ラジ。さて、ここからはアンナちゃんと一緒にこのコーナーをやっていきましょう。まずはこちら。青春の悩み箱。このコーナーですが、現在青春真っ只中のリスナーの方からは今悩んでいることを、青春時代が過去のリスナーの方からはその当時悩んでいたことを募集。今悩んでいる人たちには相談に乗り、過去に悩んでいた人たちにはあの時こうすればよかったねと私たちがアドバイスしていくコーナーとなっております。アンナちゃんの青春はいつ？そうですね。青
すごい印象的なのは高校ですかね。まあ、と言いつつ、なんか、青の箱みたいに分かりやすく、なんか恋愛とかスポーツとかじゃなくって、こう、なんか体育祭、ドッジボール大会みたいなのが終わった後に、このクラスメート数人で放課後、一生懸命選手の絶景を畳みながら雑談をしてる。なんかいい。そうですよ。それを校庭でやってたんですよ。なんかいい。で、人工芝生の上で、なんか、小鳥のさえずりが聞こえつつ、みんなで喋りながら、スマホで写真撮ったりしたり。最高。そういうのが、めちゃくちゃ楽しかったなって。些細なことが、全部楽しかったです、高校。そうだね。こうやって青の箱に携わってるとやっぱ恋愛とか部活とかに目が行きがちだけど、その些細な日常の中にも青春があるっていう。そうだね。素晴らしい。いいなすごい景色が見えました、今。上田さんは、こう、印象に残ってることとかあります？青春か。私は、でも、部活になるんだけど、演劇部に所属してて、で、体育館のステージを使わせてもらって、毎日部活してたんだけど、練習中は、そのどんちょうを上げ切った状態で練習してて、で、みんなに、こう、なんか、見られながらの。私も演劇部だったんでわかります。本当？そういう感じで、なんかこう、みんなに見られつつ、恥ずかしいけど、人たちがいたりして。そうそう、やってて、でも、休憩中は、たまにどんちょうを下げ切って休憩することがあって、その時に誰にもこう、運動部の人たちにも見られない状態で、ステージについてる、なんか、あれなんて言うんだっけね、下にさ、バーって引いてあるライトあるじゃん。ありますね。あれをマックスにして、壇上をカラフルにして。楽しい。それ青春だ。楽しい。ピッカピカなステージの中で、なんか大の字になって。いいですね。吊り下がってる照明を見ながら、なんか雑談して、みたいな。楽しい。楽しかった。青春だ。やっぱ些細な日常なのかなこれも部活とはいえ、休憩中の。なんか、みんなが素敵な思い出、キラキラな。良いよね。青春っていい、素敵。そんな青春の悩み箱、ということで、お悩みが届いていますよ。紹介していきましょう。ペンネーム、よろこんぶさんからいただきました。ありがとうございます。バレンタインのメールだ。お悩み、バレンタインのお悩み。紹介していきましょう。お願いします。現在、青春を謳歌する高校生です。高校生のバレンタイン。自分は中3から好きな子がいます。その子とはとにかく仲が良く、その子からたまに自分にアピールもしてくれました。両思いかもしれないってこと？どういうこと？そこで、受験が終わった後のバレンタインの日に告白を決意。しかし、受験に骨折？受験は何とか終えたものの、そんな状況では告白ができるわけもなく、計画は水の泡に。チョコだけは渡しました。今現在では同じ高校に通っていますが、その子にはすでに彼氏がいます。なんか、ちょっと怒涛の展開すぎて。待って。中盤からちょっと待って。中3から好きな子がいた。で、とにかく仲が良くて、お互いなんか両思いなんじゃないなみたいな中で、告白をしようと思っていた。受験が終わったら告白しよう。でも受験の日に自分は骨折をしてしまった。なるほど、骨折しちゃったんです。骨折して、なんとか受験は終えたんだけど、骨折した状態で告白はちょっとなーってなって、計画は水の泡になった。チョコだけは渡した。これはちょっと気になります。これは気になりますね。チョコだけは渡したそうです。ただ、今現在では同じ高校に通っているんですが、その子にはすでに彼氏がいます。さあ、そして、あの時骨折していなかったら、バレンタインの日以外でも告白できる勇気があればなぁと思いました。今もその子を諦めるか追いかけ続けるかを悩んでいます。あの時骨折してなかったら
そしてバレンタインの日以外でも告白できる勇気があれば。まあその質問というかお悩みとしてはその子を諦めるか追い続けるかを悩んでいる。でも好きな気持ちがあるってことなんですよね、きっと。そうですよね。悩んでるってことは。いやでも思い続けてるのに、ここで諦めたらちょっと心しんどくなりません？大丈夫ですか？そうだよね。諦めることに納得できて、ね、すっきりするのであればいいかもしれないけど、そうですね。もやっとしちゃうのであれば、ね、好きだなっていううちは確かに辛いかもしれないけど、その気持ちを大事に持ってても、いいのかなと思うしね。そうですね。いや高校1年生とかなのかな、今。まあですよね。でも、チョコレートは渡せたわけですよね。受け取ってくれたわけですし、相手は。そうだよね。だから、気持ちは伝わってたりする。チョコだけじゃ最近はわかんないの？チョコもらうだけじゃ、友チョコみたいな感じになっちゃうの？友チョコにされちゃうんですかね。そうなのかな。でもその可能性ある。なんか本人も、喜んぶさん本人も、なんかそういう気配を出さずにチョコを渡した可能性もあるよね。さらっと渡しちゃった可能性も、確かに。そうだよね。どうしようね。でも、まだ高校生が、1年生とかで2年3年あるんだったら、なんか、可能性があったりもしないから、なんかほら、なんか、彼氏とうまくいって幸せでいることもね、好きな人の幸せかもしれないけど、もしかしたら何かがあるかもしれない。あるかもしれないって思うと、あとは、なんか、他に気になる子そうですね。と出会ってとか、なんか自分の気持ちに変化があったり、誰かからの気持ちを受け取ったりみたいな。そうですよね。そういうイベントが発生したら、いやー、ほんと。違うかな。いや、そうですよね。なんかでもバレンタインっていうイベントがあって告白する勇気を持てるというのであれば、また次のバレンタインを待つのか。確かにね。自分の気持ちが、確固たるもので、ずっとその気持ちがあるものであれば、きっとまた、チャンスはあるんじゃないかな。なんて。難しい。これ難しいね。これは喜ぶさんも難しいんだろうな。そうね。でも、追い続けてみる？続けてみよう。いやでも、本当に、もう限界だってなったら、無理をしない。いや、そうです。その通り。どっちにしても、諦めるにしても、追い続けるにしても、自分の心がクタクタになって、ボロボロになっているのを感じたら、その瞬間に、それは、自分を幸せにする恋愛ではないから、無理をしないことです。そうならないうちは、追い続けてもよし。はい。ということで、頑張ってください。ありがとうございます。お悩みを送ってくださって。ということで、今回の悩み箱メールはここまでです。以上、青春の悩み箱でした。テレビアニメ青の箱公式ウェブラジオ、略して箱ラジ。続いてはこのコーナー。青春なんでもリサーチ箱。
このコーナーですが、週刊少年ジャンプの紙面に掲載されている青の情報箱との連動企画で、読者の皆さんから募集している3つのテーマ、恋のおまじない、青箱恋愛エピソード、学校の変な恋愛ルールをこのラジオでも紹介しているコーナーです。今回は青箱恋愛エピソードを紹介していきます。恋愛エピソードだー！ワクワク。では、紹介していきましょう。お願いします。ペンネームマグさんからいただきました。ありがとうございます。高校の時に校外授業があり、友達と男3人で雨の中傘を差して歩いていたら、後ろに傘を差さず濡れながら歩く同じクラスの女子がいました。気づいた自分は、これ使ってと持っていた傘を渡して友達の傘に入りました。その後、中学の時の先輩とその子が同じバイト先で自分のことをよく聞かれるらしく、初めて女の子に好意を持たれたと知って嬉しかったです。結局付き合いはしませんでしたが、いい思い出です。はあ、なるほどね。この人に傘貸してもらったんだよねっていうのから、そのバイト先の人に、この傘を貸してくれた人ってどんな人なのみたいな、結構聞いてくれてたってこと。そうじゃないですか。うわ、いやでもやっぱ傘を貸すっていうその優しさとか、持って人柄とかがきっと、やっぱ目に映るものなんですよ、やっぱり。そうだよね。素敵。素敵だね。素敵。いいな。こういう行動の一つ一つが、なんか恋愛にもつながってくるんだね。付き合いはしませんでしたがっていう、その間に何があったのかもなんかね、ちょっと気になるけど、やっぱね、そこから一歩踏み出して、じゃあ会いましょうとか、ご飯に行きましょうとか、なんかそういう、こう、進んでいくっていうのも、また大変な、勇気がいったりとか、するんでしょうね。いや、でもいい思い出だね。これはなんか、この先も自分は人に優しくしていこうって。ですね、なります。そんな気持ちに。素敵。いい、ほっこりエピソード。いいエピソードでした。ありがとうございました。では、続いての恋愛エピソードへ。ペンネーム、愛さんからいただきました。ありがとうございます。昔、好きだった人にひどい振られ方をしたことを、仲のいい男子に相談したところ、気にすることないよ。けど、困ったら何でも相談して、と言ってくれました。そこから意識するようになり、向こうも私を好きだったようで、付き合うことに。後日、彼にその時のことを聞くと、実はあの時、俺だったら愛にそんな思いさせないのにって思ってた。と言われ、キュンとしました。キザなやつ。キザなやつ。はぁすごい渚みたいな声出てる。はぁ最高最高だった。最高のはーだった。最高ですか。いいですね。いやー、自分が昇進してる時に、そうね。誰かがこう、優しい人が手を差し伸べてくれて、それがきっかけでその相手のいいところとか、素敵なところにすごく気づいて、こうやって両思いになって。そうだね。しかも、いやだからキザな。言いますか学生で。言ってみたい。ねえ。いいなぁ。それモニタリングしてみたい。見たいですね。どんな風に言ってるんだろう、それ。やだー。もっとかっこよく読めばよかったな、これ。読みますか読みますか相談したところ、気にすることないよ。けど、困ってる。笑っちゃう。
ょっと本命の方読みです。本命の方。本命ちょっと、次こそちゃんと。面白い。後日、彼にその時その時のことを聞くと、やばいよ。かっこよすぎて読めない。これをすぎて読めない。これはセリフじゃなくて、生で自分から見た言葉として言ってるわけだもんね。すごいよ。いやでもこれを言えるのはかっこいいです、本当に。かっこいい。なかなか言えないですよ。ね、本当に思ってくれてたんだもんね。すごい。すごい。素敵。本当に付き合えてよかった。よかった。どっちもよかったね。どっちもよかったですっていう気持ちだよね。俺ならって思ってたわけだしね。もう幸せになってください。ずーっと幸せでいてください。ありがとうございます。今回は以上となります。このコーナーですが、投稿する際、番組投稿フォームからではなく、青春なんでもリサーチ箱専用の投稿フォームがありますので、そちらからの投稿をお願いします。以上、青春なんでもリサーチ箱でした。公式ウェブラジオ、略してハコラジ。青のお知らせ箱。ここからは青の箱に関する情報をお知らせしていきます。まずは原作情報です。青の箱は週刊少年ジャンプにて大好評連載中。累計700万部突破しているコミックスは現在最新第18巻まで発売中です。そして青の箱初の原作展が開催となります。期間は2025年3月7日金曜日から4月6日日曜日まで。場所は東京新宿のルミネゼロです。ぜひ足を運んでください。続いて、放送&配信情報です。テレビアニメ、青の箱は、毎週木曜夜11時56分より、TBS 系28局にて全国同時放送中です。そして、Netflix では、テレビ放送後に先行配信中。その他の配信サイトでも、テレビ放送後に順次配信が開始されますので、詳細は公式ホームページをチェックしてください。そして、テレビアニメ青の箱ブルーレイ&DVD ボリューム2が2月19日水曜日に発売となります。初回特典として特製ステッカーとポストカードが封入されます。さらにキャストオーディオコメンタリーも収録。詳しい内容はアニメ公式ホームページをご確認ください。続いて、テレビアニメ青の箱ポップアップショップ in 丸井が博多丸井にて2月11日火曜祝日まで開催中です。お近くにお住まいの方はグッズを手に入れてアニメの名シーンを振り返りながらテレビアニメ青の箱を味わい尽くしてください。詳細は丸いホームページをご確認ください。以上、青のお知らせ箱でした。お送りしてきました箱ラジエンディングのお時間です。もっともっと聞きたいことがいっぱいあるんです、本当は。私ももっとお話ししたいです。本当もうなんでなぎさはこんなにナチュラルなお芝居なんだろうっていうのとかもっと本当は聞きたいの。すごい高校生感。あ、本当ですか？うん。へー。本当になんか、なぎさの高校生感を目印にしながら、千夏とか、あと千葉さんともね、よく話してたんですよ。いや、なぎさすごいリアルっていう。へー。嬉しいです。だから多分少なくとも私と千葉さんは、すごい参考にしながら、青の箱を走り抜けた。本当にナチュラルだよね。
やったでも、ナチュラルにしようっていう意識が特別あったわけではないわけではないですね。じゃあ、もともと持ってる。お芝居の。そうですね、多分。なんか自分の中の感性とか心づもりとか、きっと渚に似てる部分ももしかしたらあるのかもしれないですね。共感できるなっていうところが実はあったりする？ありますよ。本当？ありますね。渚はだから、ただただ友達と、こう、素敵な日々を過ごしたくって、多分、渚はいろんなことに気づく人なんですよ。はい。だからその、千夏のちょっと浮かない表情だったりとか、そういうところに多分気づいちゃう。だから、まあ、あんな風に見えて、意外と気遣い屋さんっていうところは、なんか自分で言うのもおかしいんですけど、私も多分、いろんなことに多分気づいちゃう人で、そういう人に対してちょっと心配になっちゃったりとか、思わず行動しちゃうところとか、そういうところはもしかしたら似てる気はしますね。そうなんだ。本人の性格も相まって、渚のその魅力がね、幅広くよりアニメでなったんだろうね。なってたら嬉しいです。いやー、ありがとうございます。そんな、こちらこそラジオでちゃんとなんかそういう渚の話が、まあ、少しでもできて、いや、こちらこそ嬉しかったです。私も嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。番組では皆さんからのメール、お待ちしております。アニメやラジオの感想、各コーナーまでメールを送ってください。メールは投稿フォームからお願いします。メールを採用された方には番組ノベルティをプレゼントさせていただきます。そして次回の配信日は2週間後の2月18日火曜日、2月18日火曜日です。最後に、アンナちゃんからアニメをご覧になってくれている皆さんへ、ぜひメッセージをお願いします。はい。青の箱。最高ですね。もう、私も一視聴者として毎週楽しみに見させていただいているのですが、本当に、まあ、冒頭でもお伝えしたんですけど、もう、キラキラが詰まっている作品です。本当に。なんか、切ないことも、嬉しいことも、全部が素敵な思い出。本当に、そういうものが、この作品にはたくさん詰まっていて、私はもう見ていて、すごく心が癒される、まあ穏やかになるし、自分もこんな日々過ごしてみたいな、過ごしてたなとか、そういう思いもあって、多分皆さんにもきっとこの空気感とか温度感とか多分伝わってると思うので、これからもどんどんいろんなことが起きますので、そうだね。ぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、今回はここまでです。お相手は、かのちなつ役の上田玲奈と、船見渚役、永瀬アンナでした。バイバーイ。この番組は青の箱制作委員会の提供でお送りしました。